日本文化が皆さんの体に宿っていること知ってますか？その感覚のまま韓国に行くと正直思考が長くすぎてドン引きします。例えば韓国ではカフェでも大声で喧嘩する人がいます。おかしくないの？なんでそうなの？今日は日本人にはありえない韓国文化を7個一気に紹介します。これを知っとくだけで韓国人の脳が見えてきます。まず一つ目、大声喧嘩です。日本ではですね、駅やカフェで声を荒げるのは完全に NG ですよね。周囲に迷惑をかけないことが最優先で、たとえ揉めても声を抑える。公共空間というのは感情をしまう場所という感覚が当たり前なんじゃないですか。韓国でですね、駅でもカフェでも大声で喧嘩が始まるんですよね。おじさん、おばあさんでも勇者なしで感情が高ぶればその場で一気にぶつける。これ珍しい光景でもありません。韓国ではですね、感情は止めるより出すものだと思っています。我慢をしないで、それ本音を言って親睦するならば衝突した方が健全だと考えられているんですね。静けさに慣れた日本人ほどドン引きすると思います。二つ目はですね、公園ジムです。日本では公園というのは散歩して子供が遊んで少し休む場所じゃないですか。運動器具があっても使う人は少なく、なんかおまけみたいな扱いなんじゃないですか。健康づくりはジムか家、食事という感覚が強いと思うんですね。韓国では実はこういう運動器具っていうのが公園に普通にあります。しかも使っているのはほぼお年寄りだったりするんですね。無料だし予約しなくていいし、負荷軽めだから朝と夕方公園はちょっとした室外ジムになります。韓国ではですね、高齢者の運動っていうのはなんか暇つぶしてやってもいいんじゃないみたいな思想を持った国家とか、自治体があるから、この公園に老人の方々が体動けるような場所を設計して作ってるんですね。日本の皆さん韓国に行ったら公園のどっかをよく見てみてください。なんかこれ握ってやるようなものがあります。三つ目はですね、食欲モンスターっていうところでして、日本ではご飯はお腹が空かないくらい食べる乾燥ですね。夜ご飯は基本1回で、間食は軽くつまむ程度で量も控えめ。お腹は80% を当てるのが美徳で、食べ過ぎないことが自己管理ができているっていう風に見られることもありますよね。韓国ではですね、ご飯はお腹いっぱいになるまで食べます。韓国の皆さんの並盛りっていうのは日本の大盛り相当なんですね。夜ご飯を2回食べる人もいます。1回で食べる量っていうのもそもそも多くて、例えばチキン、トッポッキ、甘いものを一気に並べて食べる人もいます。日本人はそれで体どうなってるのって本気で不思議られますね。だって韓国は高身長とか体大きいというのは好まれます。だからたくさん食べて体作りする人も多いんですし、お母様たちも小さい子供に対してたくさんご飯食べて身長高くなってねみたいな指導が入るんですね。だから基本的に食事はいっぱいとって食堂に行ってもおかずもたくさん出ます。だから韓国文化の一つにご飯を残すことに対する寛容度が非常に高いんですけれども、それっていうのも韓国人みんないっぱい食べてね、で、いっぱい食べるようにご飯を設計しましょうってなってそこで勘違いして食べきれなくて残してしまう場合、これも韓国人はご飯を残すいろんな要因の中の一つとなっております。良いとは言ってないんですよ。文化が違うってことですよ。で、4番目の話はですね、成功の圧力ですね。日本では SNS を見ても、年収、株、不動産を前面に出した投稿は比較的に少ないと思います。もちろんいるとは思うんですけども、比較的に割合としては少ないと思っています。成功は静かに積み上げるものという空気があって、目立たなくても社会的に拒否されにくい。仕事で突出していなくても普通に働き、普通に暮らす選択肢があると思うんですね。スローライフとか地方に住むとか収入、そこまで高くなくても今楽しければいいですよ、みたいのが、一つの生き方だと思うんですね。韓国ではですね、皆さん競争社会ですし、この競争社会で勝つっていうのがゲームとかちょっと楽しいみたいな感覚があるから、SNS でそういうことを発信して、僕成功したぜみたいなアピールをする人が多いと思います。株とか仮想通貨、不動産、年収、車、資格、AI 自動化で100万円稼げれましたみたいな話とか、もう芸能人がカンナムのビルでいくら儲けたかみたいなニュースになったり、ソウルのどの地域に行けば勝ち残れるのか勝ち組かみたいなこともニュースになるんですね。それについていけない人をですね、一部の人なんですけども、動力が足りないとか、能力が足りないとか、実行力がないと言われて、それ自己責任論になる場合もあります。競争に参加しないとなぜというふうなサインを見られるんですね。韓国というのは、それをもとに、韓国という国も成長してきた社会でしたし、韓国人個人としても、機会を一気に掴まればどんどん上に上がれるから、そういったことを、競争レースがあって、
て、それを楽しんでいるのか、ちょっと苦しんでいる人も、両方いるような感覚となっております。5つ目はですね、結婚の起点ですね。日本ではですね、結婚とは役所に婚姻届を提出することですよね。結婚記念日も多くの夫婦が入籍日を基準にします。結婚式を挙げないということも最近多くて、法的に夫婦になるかというものだと思います。紙1枚で結婚成立しますね。韓国ではちょっと考え方が違くて、結婚というのは結婚式を挙げること、結婚記念日というのが、結婚式の日になっていることもあります。だから実際には結婚式はしたけど、入籍またしてなくて、結婚式の後に入籍をするというケースもよくあります。順番が日本とは逆であっても、韓国社会でも夫婦になってるんですね。これね、面白くて、日本は結婚というのが制度とか、言い方あれですけども、契約と言いますか、紙として残したものなんですけども、韓国は結婚ということを式をやって社会へ宣言します。家族、親戚、知り合いに教えます。認められます。っていうところで結婚式があって結婚が成立するみたいな。結婚という言葉の重心がちょっと違うんですね。これもね、なぜそうなのかみたいなことでまた考えてみると面白くなるような気がします。で、6番目、おはよう消失ってことです。日本ではですね、朝会えばとりあえずおはようじゃないですか。同じ空間いるだけでも LINE をするときにもおはようじゃないですか。言葉そのものにはそこまで強い意味はなくて、おはようっていうのが本当にこんにちはという意味じゃなくても、あなたに気づいていますというサインの時もありますよね。で、韓国では朝起きておはようというに完全対応する言葉がないんですね。良い朝ですねみたいな言葉あるんですけども、これおはようレベルでは使ってないんですね。現実で朝にあったら、アンニョンハセヨ。これも朝から夜まで使えるフレーズとなっております。LINE とかメールでも朝になんか特に用事なければ、おはようとかアンニョンハセヨすらなくてもすぐ直球で入るような場合もあります。だから家族でも恋人でも無言で一日が始まるんですね。でも日本では朝起きたらおはようってなりますよね。日本は言葉とか関係に結構大事してて、関係を円滑に保つためにそれを言語に落として意思確認するかもしれない。韓国は言葉は意味がある時に使うものという、効率重的な実用重視かもしれないというふうに思ってます。7番目はですね、スポーツの入り口さですね。これ一番話したかったです。日本ではですね、学校の運動場広いですよね。学校で運動してる人多いですよね。生徒が自然に集まり、野球、サッカー、陸上、バレーなど当たり前のようにやってますよね。そこで運動部というのは選ばれた一部ではなくて、やりたい人が楽しんでね、みたいな。そこでいい成績取れたらなおいいよね、みたいな考え方ですよね。生活の一部。だから、これスポーツが好きかどうかの以前に、スポーツに触れたことがある人が多い気がします。その中で競争が生まれて、上手い人が上に行く。こういうのがあると思うんですね。韓国ではですね、ちょっと事情がかなり違くて、スポーツは最初から選別されます。幼い頃に才能があると判断されたごく一部だけが運動部に入って、残りは最初から競争の土俵に立ってないんですね。その人たちが競争したければ勉強で頑張ってくださいってなっちゃうんですよ。だから、週末とか放課後に運動する概念がまだ足りなくて、部活動は入試の邪魔になってはいけないという考え方が韓国にあって、その時間あれば勉強しなさいってことです。その結果、競技人口というのは極端に少なくて、例えば野球で言うと、昔は韓国は勝っていた時代もあったんですけれども、日本と良い試合やってる場合もあるんですけれども、もう最近ちょっとね、日本に勝てなくなってしまってるっていうところがあって、いや、これを見るとね、なんでそうなるんだろうって韓国の方々も結構気にしてるんですよね。その裏の原因の一つとして、この人口、そもそもの人口差、競技人口の差があるかもしれないです。これも先ほどの話と一緒なんですけれども、韓国は競争によって勝ってきた国でしたし、競争さえうまくいけば、言い方極端なんですけれども、所得として下にいた人が上にガンガン上がれる構造になっているんですよね。だから、飯食うためには、だったりとか、韓国でいい生活を送るためには、まずは勉強しましょう。で、入試に役立たないスポーツっていうのは後回しにしましょう。それがめっちゃうまくいければ、その場合はしてもいいかもね、みたいな話になるんですね。だから韓国の野球選手っていうのは、もう小学校ぐらいからもう人生が野球選手になりますっていうことに決まってる場合が多いんです。だから小学生の時点であなたの未来は野球選手なんで頑張ってくださいっていうことがよくあるんですね。これは本当に韓国という国での生存戦略です。確率的には勉強した方が良くて、確率的にはスポーツやるならもう小さい頃からもうガンガンやった方が良くてっていう
個人個人の選択が集まって今の韓国社会になっていますよね。とは言いつつも、やはりそれによって得られる良いところと良くないところは何かっていうところで、例えば韓国が勉強集中の競争社会だとすると、まず例えばその趣味が楽しめなくて、より鬱になりやすいとか、そういうの本当に実際あると思うんですね。別に日本のことを研究するつもりはないんですけども、逆に日本も部活をやっていて、どっかロスしてしまうこともあるかもしれないです。日本のことそこまで19年くらい見てきたわけではないのでわかんないですけども、そういうのもどっかにはあるというふうに思っております。で、今日紹介した話どうでしょうか？日本で生きてきたほど、それはさすがにありえないんじゃないのと感じる場面多かったと思います。でも韓国ではこれが普通当たり前としての現実なんですね。当たり前とは何なのかってことを考えさせるものだと思います。どちらが正しい、どちらが間違っているっていうことも難しいと思うんですね。社会の作り方、生存戦略の仕方が違えば、人の考え方や行動もここまで変わるというふうに思っております。だから皆さんももし韓国で生まれたら、皆さんが見ている韓国人らしい人生考え方になっていると個人的には思っています。皆さんもし韓国に行く機会があったら、ぜひ今日の話を思い出して、街や人を観察してください。話しかけてみてください。きっと見え方が変わると思います。よければ他の動画も見てみてください。以上、パクでした。アニョ。